のまろです。今回は先日上げたこちらの動画、このイラストのラフの解説をしたいと思います。今回の解説なんですけれども、効果レイヤーとかブラシとかの用語をある程度使っていくので、ある程度デジタルでは絵を描いたことあるなーって人向けになってます。ですが、あまりデジタル描き慣れてないぞっていう人でも、ラフ切る時の考え方とかはところどころ参考になるんじゃないかなーって思うので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。それから今回の絵では特に気をつけたことがあります。それはライティングです。ライティングっていうのは光の当たり方のことです。で、自分ライティング綺麗にしたいなーって描く前から頭の中で思い描いてまして、それをうまく絵に落とし込めるように注意したポイントがありますので、それを途中紹介させていただきたいと思います。で、早速ラフを描き始めようと思うんですが、その前に描きたいものを頭の中で一旦整理します。今回ね、描きたいものがねはっきりしてるんです。描きたいものはね、それはね、ラギくんの表情。新規発表された時さ、見ました？儚げな表情、いつも勝ち気で下り顔のラギくんの笑顔たまらんということで、表情が一段と際立つように顔メインな構図にしようと思います。まず最初に構図ラフを練っていきます。キャンバスサイズはだいたい3000から2000ピクセルです。で、だいたいっていうのは制作進めていく中で縦横比変えたりトリミングしたりしてるので、だいたいのサイズとして紹介してます。で、構図ラフで決めることは今回3つです。構図、ポーズ、キャラの頭身です。この3つ決めておくと後々書き直しが少なくて楽ちんです。で、正しいデッサンとかはあんまりここではこだわらなくて大丈夫です。画面にどんな風に手入れようかなとか、頭どこまで収めようかな、耳超可愛いなとかいうのを考えながら決めていきます。で、次にグレーのラフを描きます。ここが今回のポイントです。ポイントですよ皆さん。で、このグレーのラフは絵によってはやらないこともあります。ですが今回の絵は光の当たり方が見どころになるような絵にしたいと思ってたんで、ラフの段階からもライティングの計画を練っていきたいと思って、このグレーのラフを描きました。構図ラフの下に灰色塗りつぶしたレイヤー敷いて、で構図ラフの上に火山発光レイヤー作って、白色で光が当たるところを描いていきます。この絵の光源は右上奥の方に設定しました。光源っていうのは発光しているもののことです。照明とか太陽の位置とかを想像してもらえるとイメージしやすいと思います。で、そうすると顔周りが逆光になってきます。で、描きながらラギー先輩の髪ふわふわ感出したいなーっていうイメージが膨らんできました。そして周り飛んでる花びらの配置も考えます。この花びらのブラシはクリップスタジオアシストからダウンロードできるバラの花びらブラシです。制作してくださった方本当ありがとうございます。これめっちゃ重宝してます。使いやすいです。ありがとうございます。それからエフェクトの入れ方も考えます。エフェクトっていうのは僕のオーケストラお仕事の案件ではいろんな言葉の使われ方をするんですね。でも僕の動画では塗りや線画とは別にイラスト全体をなじませるために使う効果レイヤーのことを指すことにします。そういう定義にします。今回は火山発光レイヤーにスプレーブラシ使って描いて、右上に当たってる光のエフェクトを入れました。そして40分ほど作業してこのような構図ラフになりました。で、2つ並べて線画だけのラフと比べるとより立体的な空間のイメージを練ることができたと思います。例えばこの辺の肩明るくしたら奥行き出るなとか描いてる中で気がついたこともあります。次はオーラフの工程に移ります。オーラフっていうのは構図ラフより丁寧なラフのことです。で、ここでさっきやらなかった人体のデッサンとか細かい形とかを整えていきます。そうすると線画に進んだ時に迷うことが少なくなります。でですね、実はね、僕顔
発でこれだっていう顔が描けないんですよね。苦手なんですけど、苦手だからこそ丁寧にやろうなーって自分に言い聞かせてます。何回も描いて消しゴムで削って描き直してっていうのを繰り返して徐々に理想の顔に近づけていってます。それと頭の中でいっぱいチェックポイントを考えてあるんですね。でそのポイントいっぱいあるからいくつかだけ紹介すると、まず目と目の間の距離が変じゃないかなとか、逆に目と耳の距離が変じゃないかっていうのを見てます。でこういう位置関係っていうのが目とか口とかパーツ一個一個書き込みに集中しすぎると本当油断しがちになってしまうとこなんで、一回落ち着いてキャンバス拡大したり縮小したりして確認してます。あと顎から目の距離と目からおでこまでの距離、これはすごい絵描きさんによる作風がすごい出るところだと思います。で他の絵描きさんの絵柄と並べて比較してみて、相対的に自分の描く顔のバランスどうなのかなってチェックしてみたらいいと思います。で比較してみると意外と自分の描いた目でかすぎるわって気がつくこともあるのでおすすめです。でそして自分の好みの顔の比率っていうのを見つけてってください。自分の絵柄割と顎長くなくて細長めなのかなって思ってます。あとは反転したり回転したりしてもバランス崩れてないかとかなどいろんな視点から自分の絵を見直して、もうしつこく納得いくまでラフ描き直していきます。それで脳内の自分がこの顔いいよって納得してくれたらやっと聖書に進むことができます。聖書に進むのですが、今回はここまでにします。で今回のラフのポイントをまとめます。1つ目がライティングラフを描くと空間のイメージが練りやすいっていうのと、2つ目ラフの段階でエフェクトの描き方を決めておくっていうのと、いろんな視点からチェックして調整しようということです。それではここまで見てくださってありがとうございました。次回の動画では、線画と塗りの前半の解説をしていきたいと思います。ではまた、ののまろでした。